人人、お日様の戸口人人、お日様の戸口、これからはお日様の戸口になって自ら照らす、自ら晴らすなんてのはどうだいこの世界。トレジャーじさんナチュラルライト、ナチュラルライトで全部オーライト。やっほー、トレジャーじいさんだよ。詩人でダンサーだよ。本日のトレジャーはね、昨日ついにカミングアウト。3つの宝、まちた、誠のる、地の道通す、棚添える。この3つの宝を昔の人たちはみ宝と呼んでいた。トレジャー3ですね。み宝、わしのばあちゃんはこんな風に言ってた。み宝開きゃすぐだでな。み宝せ開きゃ大丈夫だでなって。そう、今までずっと53年生きてきて言われた通りだった。わしもうね、この間お話したかな、悩みも痛みも苦しみも、ここ悩みの真ん中ね、ここ、体が痛い、命が痛い、その体の真ん中ね、ここね、命の真ん中ね、それから苦しい、辛い、これ胸、これ悲しい、辛いとかの真ん中ね、これ晴らしていくとどうなるかって言ったら、楽しい、面白い、心地よい、3つのセンターがある。わしら3つのセンターがあって、その3つそれぞれ担当してるんだね。この3つの宝が誠のる、地の道通す、棚添える。さあ、わしら本日のトレジャーはですね、悩み、痛み、苦しみ、この3つから離れたい、逃れたい、そういう欲求があって人類いろんな活動をしてきたんだよ。だって苦しい、辛いよりさ、楽しい、嬉しい方がいいよね。そして悩ましいよりはね、面白おかしく工夫できる方がいいよね。そして痛い、痛いもあちこち痛いよりはね、心地よい方がいいよね。でしょ。ずーっと人類始まって以来、人類この3つの特性を持ってる人類、月曜日に話しましたね。この3つの特性、それぞれこことこことこことつながってるんですね。この3つの特性を持っている人類ね、言葉の使用、二足歩行、思いを形に変える道具の使用、思いを次の世代に受け継いでいく道具の使用。人はね、この何万年かの間、もちろん工夫してきた。闇、一言で言うと闇っていう日本語で言う。闇を晴らす方法を工夫して受け継いできたはずだった。人類みんな調べてみると共通してる。文化人類学とかとかね、アンソロポロジー、いろんなことを勉強したじいさんも、調べりゃ調べるほどいろんな奥地の村、フィリピンの奥地、中米の奥地、アフリカの奥地、出かけて行って現地の人たちと話をして、一緒に飯食って、一緒にお祭りをして、そういう体験をすりゃするほど、人類みんなこの同じ3つの宝を持ってたってことを確信するようになってきた。3つあっただよ、宝が。この3つの名前をこの国では昔ながらにね、三宝って丸ごと3つで1つの三宝、三草の三宝みたいに呼んでいて、その中身をもう一度言うよ、誠のる、地の道通す、棚添えると呼んでいたんだね。こうすりゃいいだ、こうすりゃ闇は晴れるだ。じゃあこのやり方を何て呼べばいいだかね。何と呼べばいいずらな。いろいろ工夫を重ねて、いろんな呼び名を試した末に、どうやらこの呼び名が最もフィットするっていうので定着したのがこの3つの動詞。はい、実用やってみよう系 YouTube チャンネル、動詞なんだ。3つの術、3つの術の名前は全部動詞なんだ。やってみるしかないんだ。動詞でしょね。誠のる、地の道通す、棚添える、すべて動詞でしょ。この術、術、マジックの名前が動詞で残っているところなんてね、他にないんだよ、世界中。
最もオリジナルなダイナミックな動く言葉、する言葉、やる言葉、現にするっきゃない言葉、動詞で残ってんだよ、この国には。いや、残っていたんだよ。確かに3つの宝、それはね、3つの闇、人が抱えてしまう3つの闇。もう一度言うよ。ね、ね。な、闇。苦しみ、辛いなっていうこと。悩み、苦しみ、痛み。順番でいくと、ここまでのずーっとお話ししてきた順番でいくと、悩み、痛み、苦しみ、こっから離れようとした。楽しくて面白おかしくて心地よい方が誰だっていいって知ってた。その方法がとってもシンプル、素早くたやすく心地よい方法がこの日本には残されていた。もちろん世界中に残されていた。そしてこの不思議な民族学の宝庫みたいに言われていた山に囲まれた稲っていう信州の高い山に囲まれた小さな山の中の小さな山村、稲、高遠、わしが今住んでるまさにこの辺りに宝は純粋保存された。民族学の宝庫と言われていた沖縄と稲、昔ながらの暮らし、神代から縄文時代からの食生活がそのまんま残っていると言われているこの沖縄、稲、少なくとも100年ぐらい前、わしのばあちゃんが小さかった頃は確かに残っていた。桃源郷って呼ばれてただよ、この稲のあたりはね。それが宝がだんだん失われてきて、闇に少しずつ飲まれるようにして、胸がこわばって苦しみが生まれて、脳内奴隷制度がはびこって、こうしなきゃいけねえ、ああしなきゃいけねえで夢の叶え方忘れちまって、痛え時には必ず心地よい方があるもんで、心地よい方に向かって痛みを抜くことはできるだよ。それが痛みの中にとどまったまま、症状の中にとどまったまま、踊りもしねえで、心地よい方が命を通しもしねえで、じっとしてる人たちが現れちまった。胸がペコペコになって上乾いただったら、棚添えりゃいいだ。棚添えりゃ棚添えるほど、棚添える力が強くなるってわしのばあちゃんは言ってた。その棚添える大事なことを少しずつ失ってしまって、それで世の中に闇がはびこった。症状、病さえ、闇ってのはな、病むってこと、病気ってこと、そこで終わりになっちゃう、尽きるってことを闇、そこで終わりになっちゃう、命が終わりになっちゃうのが闇、病むってこと、光が終わりになっちゃうのが闇ってこと、そこで終わりってこと、命が終わりになっちゃう闇、この闇がはびこるようになって、公害みたいにはびこるようになってしまって、いつの間にか宝が隠されて埋もれてしまってただよ。取り戻しゃいいだ、すぐだで。苦しい、だったら晴らして棚据えて楽しくなりゃいいだよ。わし30秒だでね、苦しいところから楽しいところまで行くのに。悩みがあるんだったらその闇を晴らして面白おかしくなりゃいいらに痛いとこあるんだったら、痛いとこがあるって時は必ずその痛みを減らすのに、命をバージョンアップして、その痛みを減らすのにちょうどいい力の込め方、伸ばし方、脳内物質やら治癒する物質をどんどん分泌させてくれる動きが必ずあるだよ。そりゃ他の生き物との関係だって同じ。半径ポツンと痛がってるじゃなくて、半径ポツンと切り離されてると命が痛いでね、人のあらゆる症状全部命が他の部分と切り離されて命の道が通わなくなった時に症状が生まれるだよ。人ってのはそうやって周りの環境から、周りの命からポツンと切り離されて、いつの間にかすげえ痛え存在になってしまっただよ。だで痛え時はどうすりゃいい？ポツンと切り離されてるだったら命の道を通しゃいいだよ。悩みがあるだったら誠のって願いを夢を叶えていったらいいだよ。胸がペコペコで命を使い捨てちまうようになってきたんだったら胸を満たして胸温かくして胸を緩めて許せるようになって、いろんなことをほんで次の世代に大事なことを、大事な思いを
産む根から溢れてくる、胸から溢れ出てくるこの思いを次の世代に継いでいけるように棚心を添えてきゃいいだ。この棚心ってのは産む根の延長上だでね、産む根からこの棚心が生えてきただでね。なんとなく伝わったかね。誠のるいの地の道を通す、棚心添える、棚添える、この3つの宝、少しずつ具体的にどうすりゃいいだか、どうすりゃ具体的に闇が晴れてくだか、一回失っちまってたわしら、これから取り戻していくでね。この素早くシンプルでたやすい心地よい宝をね、みんなで取り戻していこう。これそういうチャンネルだでね。よろしくね。きっとできる。きっとできる。YouTube 用いて、これすげえ可能性あると思っただ。きっとできる。3つの宝取り戻していくでね。よろしくね。また明日をお楽しみに。まことのる。まことのる。まことのるね。まことのる。それでいのちの道、もともとは地がとどまっていることを、地がここにいることをいの地って言った、そのもともとの地の方だね、動いて流れてる力の方、力の地の方、地から現れてくることを力っていうんだよ。あ、地から。そうそう、それを力っていうの、力っていうのは固定資産でもその権力でも何でもなく、その流れている、いつも流れているその地から来る生命エネルギーから来るものを力っていうんだよね。良いですよね。その命の道、地の道を通す。命って固定してしまったものではなくて、もっとその命を命たらしめてる、流れてる、いつも流れて動いてるエネルギー、地の道を通す。地の道通す。地の道通す。そう。地の道を通す、地の道に通す、地の道が通す、どんな風にも言えるので、全ての意味をまるっと含んで地の道通すと。同じように棚心を添える、棚心で添える、棚心に添える、棚心が添える、その全部の意味をまるっと一つに一つながりに大きなイメージで包んで、棚心をとかがとか言わないで、棚心添える、棚心添える。そう、棚心が棚心を、棚心に棚心で、そう、棚心添える、棚添えるっていう、たくさんの意味があるんですね。それはね、一言いろんな意味がやっぱり集まってるのがいいね。いろんな意味をいろんな意味が一つのところに集まってこもってる、そういうやっぱり言葉は長く残るよ。そうだってその引き出しがいくつもあるところじゃなくて、引き出しの中にまた引き出しがある。引き出しのこんなところに引き出しがあるわけないってところに引き出しがある。そういうもう奥ゆかしいほど長持ちするからね。だから海外ではわしも誠のるとか言わないでね、海外ではデイリーフレーズだとかね、パーソナルマントラとかね、ひどいこと言ってたんだよね。やっぱりこう遡ってってみると、もうこのまんまね、意味を知ってもらった方が奥行きが出るので、もう誠のるでね、海外に伝えてるのね。英語ではだから誠ノルウィングだとか I have 誠ノルトとか、それで活用してんだよ。もう訳さないですね。そうですね。その言葉に日本語で誠のえ、誠のるえかな、コンジュゲーションいろいろなんかその言葉によって出てくるからね、その言葉特有のね、いろんな言葉で今だから、地の道通すで通じてるんだよね。かも海外でもですね。そう棚添えるで通じてる。で動詞だっていうところがやっぱり素晴らしいのね。これはいつも動いてる、人のいつも動いて流れてる命の力の宝だからこそ、固定した名詞関連にはできないんだよね。固定した名詞できない。だからいつでもこれを開いているしかないので、誠のりとっていうものが別にあるっていうそっちが大事じゃなくて、誠のりとを乗る、誠乗るっていう verb 動詞アクションが大事なんだね。でもう一度言うと、その3つの宝を誠乗る、地の道通す、棚添えると。どれも、誠乗るはもう頭の闇、言葉の闇だよね。頭部だよね。その頭でその言葉が発達した分、その言葉をいつも晴らしてる必要がある。その言葉の能力を獲得した、せっかく獲得したその力をフルに全開した方がいい。晴れやかな方に全開した方がいいので、長い月日の間にあらゆる人類にとって当たり前になってきたんだね。ポジティブな、マントラ
呪文はいね、例えば日本のシャマンユタになる方なんていうのが、その先輩のシャマンユタのところに弟子入りした時に、はい必ずこの誠の利刀、伝統的な誠の利刀、あなた専用の誠の利刀ね、先輩のその直感や知恵で与えられて1年間ずっとその言葉を繰り返し続けるの。そうすると科学的な調査でも分かってるように、ユタがねアドバイスを始めた途端に右脳が活性化するんだよ。右脳で喋ってんの。そう繰り返し繰り返しサウンドでイメージで脳の中に入れた言葉っていうのは論理の言葉じゃなくてイメージの言葉になっちゃうのもすでに。感覚になるんですね。そうそうずっと誠のもう天然感覚になってしまうの、うんその人のあらゆる言葉がそこから生まれてくる基盤になってしまうのね、うんでその基盤になったところで、はいその右脳が動き出して発動するんだね、誠のる力っていうのが。もうこれはどんなところにいてもその場でね、はい最も心地の良い流れっていうのをあらゆる人にとって、関係者にとって、当事者にとって、最も心地の良い流れっていうのをね生み出すことができるようになっちゃうの。この右脳にポジティブワードが訓従されて定着するとね、どうしてもだから人は言葉を用いる限りは誠のるっていうね、この行為がアクションが必須なのね、次2つ目、地の道通すね。人は二足歩行で歩いている限りは、いつでももっと心地よい方にもっと心地よい方に命をね伸ばしていく、もっと心地よい方をいつもいつも命で確かめている必要があるの。二足歩行で生きていく限りは。でないとうっかり首肩を緊張させてしまって、はい感覚能力と運動能力をガタガタに低下させてしまう恐れがあるのね。だからこそいつもその首頸椎とそして胸椎、はい胸だね、胸と首をその感情をしなやかに、感覚をしなやかに、心地よい方にいつでも行動できるように行動をしなやかにしておくためにはね、いつでも首肩を緩めておく必要があるの。そうすると、はい直立歩行してピシーはい軍隊みたいにしてると、はいこれも感情をこわばる、考え方がこわばる、全部がこわばる、何が心地の良いのかよくわからない。あと自衛隊にいたからわかるよね。わかりますね。ピシッとしてる方が良かったりしますからね。ダラッとしてたらもうそうピシッとしてる方が気持ちいいかどうかはともかくとしても、そういう場合にしつけられる、仕込まれるんです仕込ね。まれますね。その結果何が起こるかっていうと、大変な話では、大変な話ではその軍隊式の発想、命令系統に従って、命に従うんじゃなくてある観念に従って全員がある行動を取らされるっていうね。はい。しかも大人数ですからね。大人数でね、何千人大人数で観念に従って死にます。うん観念に従って人を殺してしまう。そこでそういうカチコンとフリーズしてしまわないように、はい首、胸、ね、日本ではちょっとさっき言おうとしたのは陸軍よりも海軍の人たちっていうのがねフレキシブルだったんだよね。あ、そうだったみんなね、えみんなその海軍の人たちっていうのは自供術、それから霊気っていうのを当時取り入れてたの、日本海軍は。みんなで採用してたの。わあなんと世界的な最先端ボディーワークグループだったんだよ、当時の海軍は。だから発想もしなやかだったし、そこ行くと陸軍はもう首を固定してザッザッザッって陸軍歩き、軍隊歩き、その軍隊歩きって呼ばれます。もう幼稚園の頃から仕込まれるところもある。そうですねあれでどんどん硬くなっていって、硬くなになって焦げついてこわばってこじれて、ね、大変なことになったですね。ありましたね。そこでいつもわしらは踊って地の道通してる必要がある、はいちなみにその日本陸軍のね、情報局将校をして、はいまさに最もカチコンとした恐ろしい命令系統のトップにいた方が毎晩踊ってた、あ、そうなんですか。大野和夫です。うわー、そっか。そうだ多分ね、最高の硬直と最高のしなやかな柔軟を両方全体丸ごと生きちゃってた方だと思います。将校ですからね。後にジャングルで3000人の部下率いてさまよってますからね。うわー、ほんと実践ですね。首肩しなやかでなかったらね、他の部隊は全滅したみたいですね。感覚的なとこありますからね、戦場はきっと。でしょうね。それは自衛隊にいた人ならではのね、あるでしょう、経験的にね。逆にね、そういうところだったらね、首肩がしなやかでないと生き延びれないんだよね。そうです。だからレンジャーの方たちって首肩しなやかにしてますよね、いつもね。ストレッチとかすごいしてますね。すごいしてますね。ここ命令系統に従うだけじゃね、いざって時臨機応変できないからね。感覚、心地よい方に感覚する、心地よい方に行動する。ね。だからいつでも地の道通して踊ってる必要がある、心地よい方に向かって動いてる必要がある。それをこう命に染み込ませておく必要があるのね。こっちが心地よいんだっていうもう瞬発エネルギーを。何を言われても3秒でこっちがいい。
パッて答えられる臨機応変エナジーとも通じるね、命の道を通していく、命の道を通していく、踊って、そしていろんなエネルギーの回し方ってあるからね、お互いね。で3つ目、誠のる知の道通すに引き続き3つ目、棚心添える、心を添える。これはまあ物理的には棚心を添えているので、手のひらと指を合わせたということですね、だから棚心の方はもう当たり前なので、省いて棚が添えるになってたんだね。もうその棚心っていう言葉そのものをだんだん失うようになってきた大量生産の日本人、大量生産大量消費文化の中に生きちゃってた日本人の方たちはその棚心を失っている人たちがだんだん出てきて、一緒に心も失われていたかもしれないね、人が人である限り、どうしても道具を生み出している限りは、そのラブ、クリエーション&イマジネーション、つまりこの国の言葉でいう生むですね、生む、思う言葉を用いて、いつでも棚心の力に、つまり生む力をこう物との間に行き来させてる必要があるんだね、間にですかね。そうそう、間というかお互いを包み込むようにして、間になんか電話線みたいのがあるんじゃなくて、お互いを包み込む大きなエネルギー場みたいにして、相手というか自分というかがお互いに溶け合っているような状態というのかな、棚心で会話している状態、これがなくなると心がなくなるので、心がなくなってしまうと物を破壊します、人は。心っていうのはもう相手に対するイマジネーションとラブとクリエーションなので、相手を生かしめる、相手にとって良かれと思う、そういうことをもうノンストップで発明し、インベンションし、工夫し続ける、つまりクリエーションのエネルギーですね。この3つが無胸の力がなくなってしまったら、あとは相手を苦しめる、相手を辛いところに追い込んでいってしまうことになる。どうしても人っていうのはそういう性質を持ってる。胸がフリーズしてね、胸が硬くなりなってね、もうつまり想像力、生み出す力がなくなって、もうこうなってるっていうところに従うだけ、イマジネーション、人の心を思う力がなくなって、もう自分の欲求しか見えない。困るよね。それからラブ、何かを大きく、そのイマジネーションとクリエーションエナジーを用いて生かしめていく力だね、ラブ。これもいつも棚心を添えていないと、心を添えていないと、いつでも心を添えていないと消えていってしまうんです。理屈じゃないから。観念でもないですね。観念ではない。これはもう感覚なの。昔はね、分かるってことを大して重視しなかった。分けて物事を分かつっていうのは、まず白くはっきりさせる、知るが大事だった。誠のってたら知ることができる。そして知の道通していたら、身につけることができる。昔はね、身につけるが大事だったんだよ。身についてるかどうかなの。今はなんか理屈だけ不言実行みたいな人たち結構いるのが私は見てきたね。身についた、どれだけいろんな行いが動詞として身についた、絞る、炊く、磨く、そうした大事なね動詞がどのぐらい身についた、そこが大事なのね。知の道通すっていうのはフィジカルアクションだから、身につけることだからね。そして棚添えるっていうのは、心をまさにだんだん得ていくことだから、心得るっていうの。心得る。そう、ね、分かるなんてどうでもいいの。分かったから命は心地よくなりますかってこと。分かるなんてのはどうでもいいの。知る、身につける、心得る、この3つが大事。これをね、それぞれ誠なることによってわしは知ることができる。知の道を通すことによってね、わしなんて言ってた今。知の道を通すことによって身につけることができる。全身だからね、ホールボディだから、身ぐるみ丸ごと身につけることができるわけだね。そして棚添える、棚添えて心に得ていくわけだよね。少しずつこの心を用いることで、わしらは出せば出すほど入ってくるから、エネルギーってのは。心を用いることによって、お互い心と心のやり取りをすることで、心を得ることができるんだね。分かるなんて薄っぺら。分かったつもりはもっと薄っぺら。なんで命は損なわれるだけ。分かったつもりで知って身につけて心得るんよ。どうしたらいいか。誠のって知の道通して棚添えるんよ。闇を晴らすためにしてるんじゃないでね、こうやって暮らしてたらそもそも闇がそんなにはびこることはねえだ。だから喜ばしく暮らしていて、闇がちょいと出た、あいつもちょっと晴らしてやれ、そのくらいでいいだよ。いつでもホイホイと闇ぐらい晴らせるって、そういうふうに村中みんななっていたら、と祀ること、みんなで祀って雨土をつなぐことができるわね。どうだかね。それをこうやって
伝えるには、はいまあねこうやって見せてわしが踊ってるところ祀ってるところ一緒にこうやって暮らしてはい野良仕事してるところ全て見てもらって、それだけじゃやっぱり知るわけにもいかないもんで、言葉でもこうやってね、お伝えするだね。何でも聞いてください。何でもご遠慮なくね。はい。コメント欄にでも、そうですねわからないこととか知りたいことがあったら、そしたらコメント欄に書いておいてください。そうするとわしが一言ねはい「誠乗り続けてみたらいいだわね」とか書くで一言で解決するかもしれないまあ長い時はいやコメント欄へのね、はいお返事っていうのを読んでみて、私一つ一つ動画にいただいたコメントへ、はい一つ一つもうとてもじゃあね、その動画の中では話し尽くせなかったことの片鱗を、かけらを、コメントへの返信って形で書き込ませてもらってるで、それ読んでいただけたら時間のある方は結構面白がっていただけるのではないかと思います。よろしかったらコメントください。はい今のうちでしたら全てのコメントに、動画へのコメントにお返事をさせていただきます。はい、動画もコメントも楽しめるんですね。そうですね、うんそうですね。本当コメント素晴らしいコメント日ごとにありがとうございます。ありがとうございます。またね。